北海道のアメマスは本州とかでいうシーバス的な役割になってくれて、ブローウィンとサイズが変わらないのに今でも鮮明に記憶残ってるんですけど、初めてですねニジマスを釣った時に小さいのにすごい太くてとても綺麗なニジマスで、赤くなってめちゃくちゃ綺麗なニジマス、お腹もプクプクしてて虫かなんかいっぱい食べて。はじめまして、ブルーブルーサポーターの山本飛龍です。今回はですね海ではウミアメマスを中心にですね、釣っていって、川ではですね、今時期シーズンのニジマスなどを釣っていけたらなと思います。どっち側行こうかめっちゃ迷います。右左よしよし、じゃあ早速やっていきます。幼稚園の頃だったかな、確か初めてですね、管理釣り場の方で、ニジマスを釣った時にすごい今でも鮮明に記憶残ってるんですけど、体高が小さいのにすごい太くてとても綺麗なニジマスで、ちょっとゴミやばいんでトップの釣りに変えてみますね。そこからですねもうハマりにはまりまくってしまって、こんな感じでいつも北海道のフィールドでトラウトを狙って、釣りをしているって感じです。さっきガチ弁130人追いかけてきたのがめっちゃ手前だったので、もしかしたら結構手前ばっかり回遊してるアメマスが多いのかな今日は。最近ここら辺のアメマスは、結構ねベイトが大ナゴっていうベイトとチカっていうベイトで、だいたい3月下旬くらいからここら辺でウミアメマスが釣れ始めるんですけど、最近はですね水温が暖かくなってカタクチイワシとかも混じってベイトになってきてるんで、こういうねでかいミノでアピールしてると、めちゃくちゃでかいアメマスとかが釣れてくれるんで、お、来ました。来たよ。釣れましためっちゃ可愛い。めっちゃゴミだらけになっちゃってるしバレちゃいましたまた釣りますまたブローウィン 140J から。ちょっと歩いてきたんですけど今ちょうどここの右側からサーフの砂浜が盛り上がってて、ちょうどここの目の前くらいから右に行くにつれてどんどん深くなっていくポイントなんですけど、日中でも多分比較的水深があるから回遊が多くて釣れるんじゃないかなっていう。ちょっとブローウィンじゃ届かないくらいのところでフォルテンの 40g でただ巻きでやってみます。来ました。お、来たよ。よしよしよし。お、めっちゃちっちゃいけどめっちゃ可愛いアメマスかなこれは。やったー、めっちゃ可愛いけど釣れてくれました。フォルテン 40g で、めっちゃ可愛いアメマス釣れてくれました。で、さっきからですね水面パシャパシャ結構ベイト追っかけてるのか分かんないですけど、アメマスたちがね跳ねてたんで、巻きの釣りに変えてみようと思って変えたら結構すぐ釣れてくれました。
で他にもね好反応でめっちゃチェイスしてきたりしてくれたので、結果が出てよかったです。アメマスとか、その他のトラウトもそうなんですけど、夏になってくるにつれてですね、水温が高くなるとですね、トラウトって、めちゃくちゃ弱りやすいんで、こうやってなるべくねずっと水の中につけてあげて、自分たちから、泳ぎ出すまで待ってあげてですね。お、いた。ありがとう。魚たちが自分から、帰っていくまで、待ってあげてリリースしてあげると元気になってくれるので。じゃあさっき、ホルテンで、可愛いアメマスが釣れてくれたので、ちょっと次は、強気の釣りでブローウィンの 140J で来たよ。しかもさっきよりはちょっとでかそうな。よしよし、ありがとう。本当にさっきよりちょっとですけどサイズアップしたアメマス釣れてくれました。結構ね遠く大きめでかかったんですけど、最初からねいい首振りをしてくれて楽しませてくれました。ありがとう。おお、いっちゃったありがとう、ありがとう。めっちゃ元気で帰ってってくれました。ありがとう。なぜ僕が、ブローウィンのとかを、シングルフックにしているかなんですけど、まず1つ目の理由としては、魚に、なるべく傷をつけないっていうのと、ゴミとかも増えてきて、夏になるといろんなところにですね、さっきもそうですし、海藻とかがすごい、流れ出して、シングルフックじゃないとですねもう回収できないくらいゴミついたりする時とかもあるので、そういう面でシングルフックに交換してやっています。 140J のジャークの仕方、多分シーバスとか、サワラとかをやってる方に比べたらかなり、優しいジャークになってるとは思うんですが、アメマスは、結構捕食が他のトラウトに比べてそこまでうまいっていうわけじゃない魚なので、激しく動かしすぎるとなかなか追いかけて食いきれない時とかも結構あるんで、優しめにやってます。で、こういう今結構遠浅のポイントでやってるんですけど、キャストして着水地点とかだったらまだそこに当たらないんで、ちょっと、魚を寄せる面も考慮して、ちょっと強めのジャークを最初の方はして、で途中中間くらいから手前にかけてですね、サーフだったらよく底をするんですけど、底を吸っててもですねアメマスは全然問題なしに、食べてきてくれるので、わざと、底にあったりするんで、ちょっと手前に来たら、軽く優しいジャークにしてダート幅を、狭めてアメマスの捕食がうまくいくようにしたりなんだりしてます。来た。ちょっとまたちっちゃいかもしれないけど、ブローウィンとサイズが変わらないのに、こうやってねアメマスは食ってきてくれるっていうね獰猛さと、あとねめちゃくちゃ綺麗にね上顎にクッキングして、しっかり食べてきてくれるっていうアメマスの素晴らしさですね。これがめちゃくちゃ綺麗。はい、じゃあお疲れ様でした。ポツポツと、小さいアメマスさんたちがですねいっぱい遊んでくれてとても楽しかったです。じゃあ明日はですね、もっとサイズアップできるように頑張ってウミアメマスをやっていけたらなと思います。いいもん見つけた。なんか今歩いて車まで帰ってたら、なんか QR コード書いてあるなんか瓶
北海道のアメマスは本州とかでいうシーバス的な役割になってくれて、年がら年中海と川で、しっかり狙っていける、そのシーバスのと同じようなタックルでですね、釣ることができるということで、ブローウィンの110、140、165で全部の、ルアーでちゃんと川でも釣れるんで、ぜひ持ってる方とかはそのままねルアーと、タックルを持って北海道に来たら、アメマスが、釣れちゃうと。アメマスも80センチ90センチくらいになる個体がいるんで、80センチのランカーアメマスをぜひ、釣りに北海道に、夢を叶えに来てみてください。おはようございます。2日目の朝になりました。で今日は、昨日のポイントとちょっとまた違うポイントに入ってみて、ここから右側が結構湾になってて、ベイトが、入ってきたら結構アメマスたちが溜まってくれるようなポイントになってます。で、今日最初から、使うのは、ブローウィンの 140J をとりあえず基本として使っていきたいなと思います。よし、じゃあやっていきます。さあ今日のポイントはでもゴミ機能と違ってかなりなんか見てる限り少なそうなんで良さそうだなーって感じですね。で今日は北西の風が吹いていて、ちょうどこのポイントとかだったら左から右に吹く風なんですけど、潮と同じ方向でね軽く波立ってて釣れそうな感じがプンプンしてる。お、追っかけてきてる。お、来た。お、あー、バレちゃった。いいね、昨日の感じとはちょっと変わって魚の反応がかなりある。おお、でかい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 。60センチくらいのアメマスチェイスしてきました。今こんくらいありましたね。めっちゃ黒い。お、ちっちゃいのが、おお、30センチくらいのアメマスが、ちょっと移動してみますか。一つ前のポイントはですね、結構チェイスとかはあるんですけど、なかなか口を使ってくれなくてちょっと厳しい感じだったので、ちょっと開けたポイントでやっていきたいと思います。で次最初はいつも通り、ブローウィンの 140J でやっていきたいと思います。お、ちょっとサイズアップ。あーちょっといいサイズだったけどバラしちゃった。まあでも移動してきて2投目でちょっと今回のロケで一番でかそうだったんで、手前の駆け上がり回遊してるアメマスだったのかな。よし、来た。お、ちょっとでかいよ。お、でかそう。おお、引く。よし、やったー。お、サイズアップ。お、めちゃくちゃ太くてめっちゃ綺麗なアメマス。 140J をジャークしてくると、手前の駆け上がりの上で、いいアメマスが来てくれました。ちょうど今6時ちょっと過ぎくらいなんですけど、これから潮が下げ始める感じなんで、ちょうどアメマスたちも活性高くなってるのかな。
おお、バイトだ。うわ、トドがそこで、目のすぐそこでビョンって出てきたんですよ。ほろろ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 あれ来ちゃうとちょっと厳しいですよね。あれ来ちゃうとちょっとアメマス厳しくなっちゃうんですよね。よし、来たよ。よし、来たよし、さっきよりはちょっとちっちゃいけどパンパンで綺麗なアメマス。いけるかい？よし、ありがとう。もうめっちゃ元気。やりました。今ちょうど波が立ってて、一番手前のブレイクのところがちょうど波でかなりえぐられてる状態で、2、30メーター先にもですね、もう一個ブレイクがあって、そこら辺で今のは食ってきてくれたって感じですね。ちょっと波とゴミめちゃくちゃ増えてきたんで、ちょっとね、波があまり、当たらないポイントで、ちょっと移動してやっていきたいと思います。よし、来た。ちょっとでかそう。よし。おお、めっちゃ引く。よし、ありがとう。おお、綺麗な、ちょっと金色がかった。あ、綺麗なアメマス。ああ外れちゃいました。風が、結構吹いてきてですね、波も、立ってきて結構荒れてきたんで、これからちょっと、川に移動して、アメマスとか、ニジマスを釣っていけたらなと思います。じゃあ移動します。北海道の川にて釣りをする時に注意点が何点かあるので、ちょっと説明させてもらったらなと思います。1つ目、最近ですね、とてもニュースとかにもなっていると思うんですが、ヒグマですね、とてもいろんな地域で、出没しているので、まず、こういうクマスプレーとか、あとは鈴とか、つけて、自分の身を守れるようにしっかり、対策をして川に、行ってみてください。2つ目なんですが、北海道ってやっぱりとても広いんで、携帯とか充電が切れてしまうと、どうやって車に戻ったらいいとかが本当に分かんなくなってしまうんで、北海道で、Google マップとかそういうのを入れてたらですね、だいたい車の位置がどこにあるとか、あと方向を越えてったらこの先に何があるとか分かるので、まず朝川に入るときはしっかり充電をして、川に入ってください。北海道の川ではですね、サクラマス、サケマスの漁獲が、禁止されていて、アメマスとかニジマスは大丈夫なんですが、白鮭、あとカラフトマス、サクラマスがメインになるかな。この3種類が取って食べたりしたらもうダメなので、そういうところはしっかり気をつけて注意してください。最近ですね、北海道でゴミとかを捨てるですね、ルールマナーが、ちょっとひどくなってきてですね、釣りが今までできてたけどできなくなるっていう場所がかなり増えてきているので、そういう、ゴミの処理、あとはしっかりルールマナーを守って、あとは安全第一で北海道でしっかりみんなで楽しんで環境を守りながらどんどん釣りをしていきたいなと思うので、ぜひ皆さんも協力よろしくお願いします。見えた。うお、早速いいたまりが釣れそうですね。これとてもいい感じですね。
お、そうそう、跳ねた。跳ねた。お、跳ねてる、跳ねてる。おはようございます。今日はですね、川の方に、やってきました。で、昨日と、おとついでですね、いろんな小さいねアメマスたちにですね海で癒されたので、今日は川で、ニジマスと、イワナなどを狙って、いけたらなと思います。ニジマスといえばですね、結構小さいミノを使われる方が多いと思うんですが、こういった、ブローウィンの 110S などを使ってですね、結構大きなニジマスとかも釣れるポイントなので、でかいニジマスを狙って頑張っていきたいなと思います。じゃあ最初はブローウィン 110S で、じゃあちょっと次はガチポップのプロトタイプで水面の釣りを。おお、出てきた。めっちゃ今下からフューって上がってきて、今のはちょっとニジマスじゃなくてイワナさんっぽい感じだったけど、ちょっと動かした方がいいのかな。うん、ダメだね。じゃあ次、あそこ。お、来た来た。ちょっとちっちゃいけど、お、ニジマスだ。ニジマスさんだ。ではね、ナレージの、50で、めちゃくちゃちょっと可愛いサイズなんですが、めちゃくちゃ綺麗なね、ニジマスが釣れてくれました。でね、パワーマークもね、なんかヤマメみたいなパワーマークのなんですけど、その上にね、めちゃくちゃ綺麗にニジマスの斑点がいっぱいあって、でね、ここら辺もちょっと赤くなってめちゃくちゃ綺麗なニジマス、お腹もプクプクしてて、虫かなんかいっぱい食べて。ナレージの動かし方は、リフト&フォールで、フォール中で次にフォールさせて次に、上げる時にねもう食ってきてたっていう感じですね。よし、じゃあね、早速元気なうちにリリースしてあげましょう。もうこれなんかこのまま水にきれいにやったら、あ、来てくれた。めっちゃ可愛い。ありがとう。綺麗に沈んでった。よし、じゃあ、ナレージで、1匹ちっちゃいですけど綺麗なニジマス釣れてくれたんで、じゃあ次はサイズアップを目指してやっていきます。よし。よし、じゃあまたブローウィン 80S に戻してやっていきます。かなりカバーのキワキワに通していかないと魚多分出てきてくれなそうなんで。うわー、バレた。めっちゃアタックしてきた。ゴンって見えました。30センチ、こんくらいかな。30センチちょっとくらいありそうな。あー、バレた。マジか。今35センチくらいのニジマス。これね、散々 80S 通してたところなのに、こうやってでかいの入れたらね、こうやって反応してきたりとかするんで、なかなか難しい。あれどこ行った？どこ行っちゃった？あ、いたいたいた。こいこい、もうピッて動いてたらダメなのかな。あ、黒い、めっちゃ黒いものに反応してる。変色がニジマスすごいから難
今回、ウミアメマスとニジマス、川でニジマス釣りをやって、ウミアメマスで、ね、あんな 140J を使ってほぼ同じような、サイズなのにしっかりアタックしてくれるアメマスの、獰猛さと、でニジマスはとても綺麗なね、キラキラしてるのに反転もしっかりしてて、とても綺麗なニジマスが釣れてくれてとても良かったです。これからも、こうやって乗せてもらうことがあると思うんですが、北海道で、頑張って活動していきたいと思うので、応援の方よろしくお願いします。